の動画はタミヤレギュ遵守でルール無用のアウトサイダーに立ち向かう物語なのであります。こんにちは、よすけです。2ヶ月ぐらい前の動画、タミヤレグ遵守で JCJC 最速を歌っていたのですが、こんな心ないコメントが。で、ウィキを確認してみたら、確かに負けとるわい。文面から推測するに、速さの秘訣は軽量化らしい。負けられないわ。ということで、今回は軽量化の極み、ヤスリ協会会長の肩書きを持つヨスケ氏、その力の一端を垣間見るがいい。あ、ちなみに T シャツを買うと入会できます。とりあえず、現況確認、スポンジ GB 理論で JCJC 最速と思ってたアバンテちゃん。66.8 y、クソ重い。いや、逆に考えるんだ。レグの最低重量は 90g だ。まだ 40g もダイエットの余地があるのだと。ちなみに、レグで軽量化ができないモーターと電池。それぞれ 17.1 グと 36.2 グなので、どんなに軽くしても 53.3 グ以下にはならないということ。あれもしかして、ミニ四駆の半分ぐらいが、バファリンじゃなくて、ってことですか？まあいい、骨の髄まで削ってやるぜ。まずはセンターシャーシ。電池を入れる部分はごっそり肉抜きできそう。これは早速ボーナスタイムの到来か？ 9.2 グ、まあ軽く半分ぐらいまで削ってやりましょう。ということで、丹精を込めた匠の技、ちょっと込めすぎて1日とかかかってしまいました。電池は1ミリ落としになるように微調整。側面にも可能な限りの穴を開けて抜かりはないぞ。合成を考えてリブの部分は残す方針。ギアケースはレグ遵守だから削れなかったけど、手に持った感じはめっちゃ軽くなった。いざ重さを測ってみませう。7.0g、つまり 2.2g の軽な、だ。みんなには内緒にしていたんだけど、ヨスケ氏はサラリーマンなのに貴重な土日にヤスリしかしていない。1日かけても 2g しか軽くならなかった時、こう思いました。アリス、アベバ、この 2g を積み重ねて何秒速くなるのか、幾人の人が動画を見てくれるのか、あのムカつく上司の血毛をむしってやりたい。そんな負けの感情がふつふつと湧き上がってくるのです。なんでミニ四駆と一緒に自分もダイエットしようとした。運動はめんどいからエアコン禁止で汗をかこう。扇風機は粉が散るから使えないとか、もしかしたらこれは罰ゲームなのかもしれない。そうだとしたら一体誰が？まさかマシン？いや、彼は不器用だからこんな仕打ちは。朦朧とする頭が春巡を巡らす波打ち際、乳白色であるノームがきつい香りをなびかせて、わずかに感じるヤスリの洗顔力。いつしか心は矢のように踊り、おえつを繰り返す。そして気づくのです。これがヤスラーズ。はい。ということで、どしどし行きましょう。次はリアシャーシ。こいつも面がでかいから削りがいがあるぞ。2.2g、もそもそが軽い。さて、匠の努力の結晶。とりあえず、フロアっぽいところは全部抜いてみたぞ。1.9g、0.3 グの軽量化。これはもう前向きに生きていくしかないようだ。諦めたらそこで試合終了ですよ。次はフロントシャーシ。3.6g、フレキの残骸もあるからちょっと重たいぞ。ということでフレキの残骸は大胆にカット。ギアケースとここの側面にも穴を開けました。2.8 グ、0.8 グの軽量化。強化カバー、軽量マシンには不必要かもしれないが。3.8 グラム、意外と重たいぞ。匠はモーターの部分を大胆にカット。ギアケースも側面に穴を開けたぞよ。2.5 グラム、1.3 グの軽量化。これはでかい。おっと、ギアにも抜かりはないぞ。ノーマルのギアは 0.3 グだ。そして、1.5 ムの穴を開けていく。
等間隔に穴を開ける技術はヤスリ3級の試験に出るぞ。0.2g、0.1 グの軽量化だ。ドリブンギアも忘れてはいけない。神は細部に宿るのだ。ノーマルは 0.9 グだ。さっきのギアと同じように 2.5 ムの穴を6個開けていく。形状が複雑なので、匠も手こずったようだ。0.7g、0.2 グも軽量化できたぞ。ロン持ちシャフトも忘れちゃいけない。ノーマルは 0.3 グだ。これを匠は穴が開いているやつに交換する。肩軸車足の軽量プロペラシャフト。そいつをグラインダーでぶった切れ。0.2g、0.1 グの軽量化。そしてタイヤだ。13.2g、こいつはなかなかヘビーじゃないか。匠はこれをカーボンホイールに変更。もちろん、軽量化に抜かりはないぞ。ローフリ中継タイヤをジップオイルに一夜漬けして防潤。台形ホイールに無理やりはめていくスタイルだ。タイヤ直径はホイールのリムよりわずかに大きい、28.6 ムまで削っているぞ。タイヤ直径割るギア比は 8.2 だ。ちなみに中継タイヤを台形ホイールに縮ませてつけると、幅が 8.0 ムちょうどになってしまうので、レグ検査するおじさんによってちょっと心配ではある。重さは、10.0g、3.2 グも軽量化できたぞ。ここで真打ち登場、リアバンパーセットである。チナ Z ローラーシステムを採用しているので、上下2段に分かれている。16.5g、これはヤスリがいがありそうだ。それをこうして、ああして、そうやって、こんな感じにしてみました。幅が細いところはだいたい 1.5 ミリ。力が入力と出力される部分の間は太くして、すぐに壊れない程度の合成は確保したつもりです。で、組み立てるとこうなのである。これは清涼感が漂って涼しそう。10.4g、6.1 グの軽量化だ。ブラボー。大丈夫だ。問題ない。結果は見えているがフロントバンパーも確認しておこう。また現術をかけられている可能性がビレゾンだか 16.3g、さっきのリアとほぼ同じだ。で、匠の手にかかればこうなるのである。もう、スケスケで大興奮なのである。10.9 グ、5.4 グの軽量化。フロントだけに合成を気にしすぎたか？他にも細かい軽量化はあるんですけど、紹介に疲れたので、ここまでなのである。で、これを組み立てていくと、余裕で 90g を超えたのである。すまんかった。今回だけは勘弁してください。もう MP が0なんです。何でもするかもしれません。111.1g、20グの軽量化。玉ひずめ飯は可愛い子ちゃん乗っけて 90G。どんな魔法を使ったのだ？それより何よりピンゾロです。これを見たあなたは宝くじに当たるかもしれない。匠の汗と涙の結晶を解くとご覧ください。音がマイルドになっている気がするぞ。これはプラシーボ効果なのかもしれません。シャーシの向こうに床が見えるのは斬新なデザイン。空力的に乱流が発生しまくってしまうに違いありません。電池落としは1無2微調整、アンダーフロアとつらい位置です。低重心化が期待できるので LC も余裕で突破できるはず。裏面も美しいぞ。カーボンプレートのプリントを削ってしまった方がプロっぽい仕上がりになることに気づきました。さて、それでは皆さんお待ちかねの、いざいざ実装ですぞ。偶定目視の記録は 2.63 秒。果たしてちょっとビビって電圧落としているのに良い感じ。前回の最速タイムと同タイムだ。電池1ミリ落として軽量化もしているから、LC なんて余裕の予算のはずなのに。1周目はクリア。2周目も、だが傾きが気になる。どういうことだってばよ。
ここまではジャンプは平行で低くていい感じだ。フロント下段の Z ローラーが当たった直後、リアがぴょこっと跳ねている？これは軽量化による弊害。バンパーが軽くオーバーハング重量が小さくなったから。フロントが下がるとリアが浮く。車体が回転しやすくなっているようだ。オーバーハングの軽いスポーツカーはピーキーだという。つまり、シビアなセッティングが必要ということか。ということで、シビアなセッティングを見つける旅に出たんですが。見つかりませんでした。で、運悪く。壊れませんでした。フラグとか回収しないのすまんかった。まあつまりもっとインをデッドに攻めろってことですね。良いセッティングを見つけるのにも時間がかかりそう。なので、次回のお楽しみということで。